ファッションへの飽くなき情熱を予測不可能なクリエーションで表現し続けるマーク・ジェイコブス。カウンターカルチャーをファッションへと押し上げ、現代アートとも結びつく。ニューヨークから世界へ、彼のあふれる才能は一つところにとどまらない。常に時代の半歩先を見つめるアメリカンファッションの寵児マーク・ジェイコブス。その40年のキャリアを紐解く。今年2月、2025年スプリングコレクションの日本での発売イベントに先駆け、マーク・ジェイコブスは19年ぶりの来日を果たした。ザ・ハウス・オブ・マーク・ジェイコブスとタイトリングされたポップアップ会場は、マークの家をテーマに、まるでドールハウスのような3つの部屋と庭で構成。本人そっくりのマネキンも登場し、創造性と遊び心にあふれた空間が広がった。エネルギッシュなクリエーションとチャーミングな人柄で魅了するマーク・ジェイコブス。自身のキャリア40周年を迎えた彼が長くファッション界で愛され続けるその理由とは。I have always loved fashion as long as I can remember, and I believe that fashion is a form of self-expression. 90年代初め、ニューヨークに彗星のごとく現れたマーク・ジェイコブス。彼のキャリアを語るとき間違いなく外せないのは、92年に発表されたグランジコレクション。グランジとは1989年頃からアメリカ・シアトルに端を発したオルタナティブロックの潮流の一つ。ミュージシャンたちのファッションは60年代のヒッピーを彷彿とする自由で刺激的なものだった。ストリートで生まれたこのムーブメントはニューヨークに飛び火し、93年春夏ニューヨークコレクションではさまざまなデザイナーがこのグランジルックを発表。ビッグトレンドとなっていく。そしてその中心にいたのが当時ペリー・エリスをデザインしていたマーク・ジェイコブスだった。I always say that the grunge collection was very special for me, but that was a very long time ago. But it was very special because I felt so inspired, and I feel that what I and we contributed at that moment was something that had like lasting value.薄汚い、汚れたという意味を持つグランジはマークの手にかかり、都会的なレイヤードルックとして生まれ変わった。このコレクションが評価されたマークはアメリカファッション界のアカデミー賞とも言われる CFDA アワードを受賞した。Yeah, Mark was always so stylish. You know, he had that long, beautiful hair, and dressed very trendy. You knew that he loved fashion, just how he dressed. マーク・ジェイコブスと同じくグランジファッションの立役者の一人、デザイナーアナ・スイ。若い時からお互いを認め合い、共にニューヨークを盛り上げてきた。I think, Mark and I really love a lot of the same things. Shopping, going out to great dinners, and like we make a big effort to try to see each other. I can see that he appreciates the same things that I do in clothing and in like style, and I think that even like his whole idea about design, it's the same along the same lines with being very feminine. There's a little nostalgia in there, and there's always a sense of humor. マーク・ジェイコブスは1963年にニューヨークで生まれた生粋のニューヨーカー。ファッションの名門パーソンズスクール・オブ・デザイン在学中も数々の賞を総なめにし、1984年首席で卒業。卒業直後からその卓越した才能はジャーナリストやデザイナーの間でも知るべきところとなっていたという。デビュー当時から彼のコレクションを欠かさず見続けているニューヨーク在住のジャーナリスト森照代は、マーク・ジェイコブスのデザインのポイントっていうのは、4つあると思うんですよね。それが一つは何かっていうと、まずデザインに対して非常にクラシックなエレガンスを持っているっていうこと。それでもう一つはとにかく女の子の
可愛さとか女の子が好きな可愛さをすごくよく知ってるっていうこと。それでもう一つはすごい反抗的なスピリットが洋服に現れてるっていうそのこと。それとなんかこう世の中を皮肉ったところ、すごくアイロニーっていうものが服にあるっていう、それがマーク・ジェイコブスっていうものの彼のデザインのなんか特徴だと私は思ってるんですね。マーク・ジェイコブスのコレクションを振り返るとき、その根底にあるのは自由なクリエーション。自身の純粋な直感を信じ抜く彼の眼差しは、時に反抗的であったり、時にアーティスティックであったりと、見る者の気持ちを引きつけて離さない。I think of fashion as one of those things where you have people who express ideas and they have a vision, and that vision is turned over to an audience. And if the audience has a connection to the vision of the artist who is telling that story, then you have this relationship of creativity and self-expression. ニューヨークのファッションシーンを強力にリードしてきたマーク・ジェイコブス。そのエポックメイキングとなった代表的なコレクションを振り返ってみよう。まずはバトンガールとマーチングバンドが登場した2006年春夏のコレクションから。ペンシルベニア州から呼び寄せたというマーチングバンドの演奏でスタートした2006年春夏。プロムパーティーの雰囲気が演出されたこのコレクション。インスピレーションソースとなったのはアメリカの学校生活や映画「バージン・スーサイズ」。少し不良っぽさのあるスクールガールルックを見せた。ランウェイ正面にあるベルベットの赤いカーテンが開くと、56人のモデルたちがパリのサロン風の舞台の前に整列。まるで絵画のような美しい光景に観客たちから拍手喝采が沸き起こり、一瞬にして会場全体がマーク・ジェイコブスの織りなす世界へと誘われた。ベルナルド・ベルトルッチ監督が第二次世界大戦前夜の混沌としたイタリアを描いた映画「暗殺の森」からインスパイアされた2007年秋冬コレクション。マークが敬愛するパリモードの帝王イヴ・サンローランの70年代を彷彿とさせるスタイルは、大人の女性の優雅な気品が漂う。Radical in its, I mean, I think this was radical in its simplicity, Yes. in its geometry, in its sort of focus, its harsh sort of, I mean, I think it was very austere in a way, but my way austere, not religious austere, you know. I mean, there was still, like I said, joy and eccentricity, and it was a celebration of the austerity. It was, or a celebration of refinement and austerity. It was not a sad journey to some religious minimalism or something. I love hats because I think they sort of make such a character, and for the past couple of seasons, you know, I start with the hats and the shoes and the bags, and that sort of defines this fictitious woman we're going to show, you know, or whether she's real or fictitious, you know, this sort of character. And I worked with Stephen Jones, as I have in the past season, and I said to him, you know, that I wanted the drama of a woman's fedora, but I wanted what makes something me, you know, which was like the hybrid quality. So we took a boy's knit cap, and we cut the crown out of a fedora, and we attached the two together. .アメリカ人アーティストグロリア・バンダービルトの家からヒントを得たという2012年秋冬。テキスタイルの多様性、その色使い、スタイリングまでマーク的なワンダーランドが炸裂。メンズライク、レディーライク、どちらとも断言できない不思議なシルエット。強いインパクトを放つデザインがそれぞれ合体することでさらにパワーアップし、見る者をファンタジーの世界に誘った。Oh, it was incredible. So amazing. I loved it. I loved it. Thanks. Oh, it was great. Wonderful. Really fun. Well, I like the whole thing.
Thank you. How was the show? Well, good. Extraordinaire. Fantastic. A fashion fairy tale. マークのキャリアの中で節目のシーズンともいえるのがルイ・ヴィトン退任後最初のショーとなった2014年秋冬。雲の中に佇んでいるような演出でコレクションを展開。マーク自身の変わっていきたいという強い意志を感じる作品を展開してみせた。2016年秋冬コレクションの数日前に発表されたグラミー賞ではレディー・ガガの衣装を担当。デビッド・ボーイにオマージュを捧げたその姿が話題となった。そしてそのレディー・ガガ自身もモデルとしてランウェイに登場。大迫力のショーを見せた。真っ白な空間の中を歩くモデルの体は驚くほどに巨大化している。どこまでも袖や裾が長くなったトップスにジャケットの肩はさらに横にデフォルメされ、スカートはまるでサイズが違うのかと見間違うほど。しかしその作品はどれも技術の高さを感じられるクチュール的要素を融合した究極のラグジュアリーを見せつけた。マーク自身が記憶に残るショーだったと語るのは2020年秋冬コレクション。パンクバレリーナと呼ばれるアメリカ人ダンサーキャロル・アーミタージュとのコラボレーションだ。作品はシンプルかつ超正当なデザイン。時代を超えて存在する自分にとってのヒーローたちを描いたというこのコレクション。映画の中のヒロイン風のスタイルやジャクリーン・ケネディ風のフォーマルなスーツなど彼の中でのアイコンが展開された。レディーライクなスタイルに反して縦横無尽に踊るダンサーたち。自由を謳歌する空気にあふれていた。会場には巨大なパイプ椅子とテーブル、アメリカ人アーティストロバート・テリエンの没入型アート作品をセットに使った2024年スプリング。極端に前肩気味につられた袖やオーバーサイズのドレスはまるでペーパードールのよう。テーマはワンダー。見慣れたものを抽象化し誇張することで驚きや不思議を与えた。I think there was, again, a very naive passion, just very simple, straightforward passion. And of course, when I met Takashi, or when I met Stephen Sprouse, or when I met Richard Prince, or when I met Yayoi Kusama, you know, there was a real chemistry and appreciation, mutual appreciation. And I think that's what made and still makes the collaborations that I've participated in have real heart and soul. And, you know, I can say I am proud of those different things, those different collaborations, because they were done with integrity, and that is very important to me. マークがそのキャリアの中で大きな功績を収めたのがルイ・ヴィトンのアーティスティックディレクター在籍時代に見せた現代アートの作家たちとの精力的なコラボレーションだ。老舗メゾンのヘリテージともいうべきアイコンをさまざまなアーティストたちと共に変革させたマーク。その最初はスティーブン・スプラウスとのコラボレーションだった。モノグラムキャンバスにグラフィティを描き革新への序章となった。
次にタッグを組んだのは80年代アートシーンの寵児と言われたリチャード・プリンス。彼独特な想定外の色の組み合わせによる奇妙なイメージ、その世界がバッグを侵食した。そしてイギリス人イラストレータージュリー・バーホーベンとの協業。むき出しの生々しさとパワフルな色彩や質感の組み合わせによるジュリーの作風はファッションをアートピースへと変貌させた。そして日本人からはアーティストの村上隆。日本のサブカルチャーを昇華させた村上のアートモチーフの数々がハイブランドとともに躍動する。才能を認め合った2人の天才はこれをきっかけに親交を深めていく。村上にマークの印象を聞いた。いつも時代に即してなのか、ご本人がいろいろと新しい挑戦をしたいのか分かりませんけど、同じところにとどまっておらず大変ポジティブなところではないかと思います。私とかはどっちかというとネガティブな人間なんで、マークさんとかと会うと、すごく心がバーッと盛り上がって、なんか惹かれるものを感じておりました。いろいろと本当にファッションとアートの境界線を行ったり来たりできているのは、マークさんにご招待されたおかげでございます。ありがとうございます。マーク・ジェイコブスとの出会いは村上にとってファッションという新しい領域への第一歩だった。マーク退任後の現在でも村上はルイ・ヴィトンとのコラボレーションで興味深いアートワークを見せている。I think if you knew Mark, you would realize how generous he is, not only with his designs, but also with his personality, and so thoughtful. I think that's part of his generosity, is that he's helping us increase our awareness and vocabulary in fashion. And I think in years to come, people will really realize that about him, that not only did he make great clothes, but he also opened up our eyes and minds to thinking about clothing in a different way and in an alternative way than how we traditionally thought about it. He is really positive. I was there from the early days. He went through some hard times, and sometimes he was more positive than others. So he wasn't super positive all the time during the time that I was there. But there would be times that everybody would be exhausted, we would be working overnight for a few nights, everybody underslept, and then all of a sudden Mark would put on some high heels and start walking down the hallway as if it was the runway, and it would put everybody in a great mood. Everybody would start getting in a playful mood and get some a new adrenaline rush, and work would get fun again. There was a lightness and not light as in fluffy, but there's always everybody was here magic. Probably the most important thing, the biggest lesson I learned from Mark was really the idea of being open to things happening organically. そう語るのは現在マークを支える一人としてブランドのイメージ作りなどに参画するアラステア・マッキム。過去に英国有数のカルチャー誌 ID で編集長を務め、現在マーク・ジェイコブスをはじめさまざまなラグジュアリーブランドのイメージディレクションを手掛けるクリエイターだ。I think Mark's most remarkable trait is probably just the zeitgeist. He really understands what's happening in the moment. And I think that's why he's still so relevant today. I mean, he's been making collections for decades, and I think popular culture is something that maybe some fashion designers think isn't high culture enough. But I think for Mark, he's very high cultured and low culture, and I think that mix is what makes him really exciting for new generations all the time. It's今年2月、ニューヨーク市立公共図書館で開催された2025年スプリングマーク・ジェイコブスのコレクション。
会場にはたくさんのセレブリティが駆けつけた。常に挑戦し続けるデザイナーマーク・ジェイコブス。今回は一体どんな魔法で我々を魅了してくれるのか。片側一直線に作られた長いランウェイから登場したのは、極端に誇張された服をまとったモデルたち。パッドがこれでもかと仕込まれたジャケットやパンツ、シンプルなベースに挑発的ともいえるほど大胆なひねりを加えたスタイルは日常着の概念を覆すもの。これこそがマークの今の気持ちの表れ。コレクションのタイトルは勇気。多くのデザイナーがウェアラブルなデザインの重要性を再認識している中、彼はあえて自分の自由なクリエーションに向き合ってきたのだ。会場に配られたコレクションリリースにはこう記されていた。私は恐れが敵ではなく、創造性、誠実さ、そして人生に不可欠な伴侶であることを理解した。自由があるからこそ私たちは限りなく夢を見て創造し、批判や失敗を恐れずに脆さをさらけ出す。それは現実から逃れるためではなく、より深く理解し向き合い乗り越えるためだと。40年間ファッションシーンのトップを走り続けているマーク・ジェイコブス。変幻自在の彼のクリエーションは一つのスタイルにとどまることを知らない。しかしそれは必ずしも自由奔放に生み出されるものではなかった。不安や恐怖を克服し、感謝の心に導かれ、愛を持ってファッションに向き合ってきた。それがファッション界で最も愛されるデザイナー、マーク・ジェイコブスだ。取材の最後に彼は40年を振り返ってこう語ってくれた。I think for me, I feel young and I feel still passionate about telling stories. And even though sometimes it becomes very, very stressful and very aggravating, you know, I know that there are these moments, like when we work on the show or when we work on the collection, where I get this spark and I say, like, this is why I still want to do this. This is why, even though it's stressful, I want to have a show. This is why I feel great afterwards, because people say, like, wow, it touched me. That red dress was so amazing, or those shoes were so cool. You know, it's like it rejuvenates. It makes you young again. And then you don't, then, I mean, for me, I don't look at it as 40 years later. I look at it as like new again, like the first time or the early days, you know, where I remember why I did it, why I enjoyed doing it, why I got excited about doing it, and why it means so much to me when the work we put out there touches some audience of some sort. Daijoubu? Yeah, thank you so much. You're so welcome. Thank you so much.